機動戦士ガンダムククルスドアンの島からプレ版限定車専用高機動型ザク2です。箱は全体的に同じ色でカラーの写真などはないです。蓋を開けて中のパーツを見てみます。1袋目は黒色の足のパーツや赤色のパイプのパーツなどが入っています。水転写デカールも一緒に入っています。物合いは2種類から選択が可能です。2袋目は先ほどとは違う腰部の赤色のパーツと足の関節や内部フレームのグレーのパーツがあります。3袋目は赤色の足の外装パーツです。ディテールも結構細かく入っています。バックパックやグレーの武器のパーツが入っています。ザクマシンガンもあります。4袋目は赤色の足の外装パーツと腕の外装パーツです。グレーのバズーカ A2 型などの武器のパーツがあります。対艦ライフルもあります。一番下には白黒の取扱説明書が入っています。水転写デカールの貼り方でアニメカラーとオリジナルカラーの選択ができます。11のパーツとポリキャップ、水転写デカールが入っています。積んでみてもこれぐらいなので HG としてはそこそこある方かなと思います。特徴的なパーツを見てみます。パイプ類はザクオリジンと書いてあります。バックパックなどはザク 06R オリジンと書いてあります。足の外装パーツもザク 06R オリジンと書いてあります。この2つが高機動型のパーツになります。水転写デカールは説明書の通りアニメカラーとオリジナルカラーの2通りがあります。頭部の物合いの部分は凹凸などがなく自分で水転写デカールを貼るタイプです。これを頭部にはめて頭部の上側の外装パーツをはめます。物合いのない頭部の完成です。頭部を取り付けて可動域を見てみます。頭部は上側にはこれぐらいまで動き、下側は当たるまで動きます。一周回すこともできます。ショルダーアーマーは上側にはこれぐらいまで動き、前後にも動きます。胸部の赤色のパーツも内側に少し動きます。ショルダーアーマーは外側にも動きます。腕は外側に45度ぐらい動きます。この部分は一周回すことができます。腕は2段階で曲がり、当たるまで曲がります。ハンドパーツはボールジョイントなので結構自在に動きます。反対の腕のシールドは外側に引き出して回転させることができます。腰の部分は前後左右に動きます。一応一周回すこともできます。フロントアーマーは90度ぐらい手前側に動きます。サイドアーマーは外側に45度、前後にも45度ぐらい動きます。後ろ側は固定されて動かないです。足は外側に結構開くことができます。グレーのパーツの下側が一周回ります。フロントアーマーを上げてやれば足は手前側に90度まで動きます。後ろ側は干渉するので少ししか動かないです。股関節の部分を手前側に動かしてやると後ろ側に足がかなり動くようになります。股関節の位置で可動域が変わります。足も腕と同じで2段階曲がります。パイプも外れずに追従してくれます。足首の部分は左右に動き、前後にも動きます。足を手前側に一定以上動かすと黒い部分がスライドして動きます。足のスラスターは稼働しないですが、バックパックのスラスターは動かすことができます。墨入れだけをした状態です。水転写デカールを貼っていないと物合いなどがわからないので、かなり情報量が少なく見えます。この状態で色分けはほとんどできています。水転写デカールを貼って艶消しのトップコートを吹いた状態です。ディテールなどリアルグレードと遜色のない出来です。武器の紹介です。まずはヒートホークです。ヒートホークは2本ついていて、突起のついている方が腰にマウントするタイプです。突起の部分をサイドアーマーの穴に差し込みます。これでマウントすることができます。もう一つのヒートホークはハンドパーツに差し込みます。しっかりとはめてやると振っても動かないぐらい固定されます。マウント専用と持たせる専用がついているのは親切な設計です。バズーカ A2 型です。弾倉が3つ付属してあります。グリップ部分が左右に動きます。このグリップは前後に動かすことができます。スコープも少しだけ動かすことができます。弾倉はこの穴に差し込みます。弾倉を装備したバズーカ A2 型です。弾倉はシールドに2つ取り付けることができます。弾倉の突起部分をシールドの穴に差し込みます。ハンドパーツの穴にグリップの突起部分を差し込みます。
外していた指の部分のパーツをはめます。ハンドパーツを腕に差し込みます。バズーカの位置を調整して振ってみます。保持力はかなりあります。両手で持たせます。まずはハンドパーツを分解します。ハンドパーツをグリップにはめて分解した部分を戻します。ボールジョイントを腕にはめます。腕の位置などを調整するとこのような感じで持たせることができます。ザクマシンガンです。グリップ部分は左右に動かすことができます。スコープもこのような感じで動かすことができます。マガジンはこの部分に取り付けることができます。マガジンはリアスカートの穴に取り付けることもできます。先ほどと同じようにグリップの突起部分をハンドパーツの穴に差し込みます。分解していたパーツを取り付けて腕に取り付けます。後ろ側を内側に少しずらして取り付けます。両手で持たせる場合には手前側のグリップをハンドパーツに通します。あとは腕を調整してやれば綺麗に持たせることができます。箱絵にもなっているので非常にかっこいいです。最後は体幹ライフルです。グリップの突起部分をハンドパーツの穴に差し込みます。外していたハンドパーツを取り付けて腕に取り付けます。体幹ライフルはかなり大きいですが、振ってみても全く落ちないので保持力はかなりあります。左手を平手のハンドパーツに変えます。平手を体幹ライフルのこの部分に添えます。これで体幹ライフルを両手で持たせた状態の完成です。武器が大きいので非常にかっこいいです。物合いの可動ギミックです。頭部の裏側の黒色のレバーを左右に動かせば物合いが左右に動きます。最後にこのキットの感想です。このキットはザクのオリジンのパーツと 06R のオリジンのパーツからできています。ククルスドアンの島のザクですが、水転写デカール以外は基本的にはオリジンのザクです。ディテールもかなり多くて可動域も良好で、武器の種類も豊富なのでいろんな遊び方ができます。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。